常に学びを求めるあなたへ、本日の資料の深掘りへようこそ。毎日膨大なテクノロジーのニュースが飛び交う中で、本当に情報のシャワーですよね。そうなんですよ。単なるヘッドラインの斜め読みではなくて、その背後にある文脈をキャッチアップするのは本当に一苦労じゃないですか。だからこそ私たちがあなたの代わりにソースを徹底的に読み込んでいるわけです。はい。最も重要なエッセンスだけを抽出してお届けします。今回私たちが深掘りする資料は、2026年3月8日時点での最新の Google AI、それから Google デベロッパーズブログからの記事や技術リリースノートです。まさに今私たちの目の前で静かに進行しているパラダイムシフトについての資料群ですね。本日のミッションは非常にシンプルかつ壮大です。これまで AI って私たちがプロンプトを打ち込んで検索して答えをもらうためのツールでしたよね。はい、単なる賢い辞書のような立ち位置でした。でも今 AI はそこから脱却して物理世界とデジタル世界の両方で自律的に動くエージェントへと進化を遂げています。情報の海に溺れることなく、この劇的な変化の全体像とそれがなぜあなたにとって重要なのかを解き明かしていきたいと思います。よし、これを紐解いていきましょう。まず分析したいのはユーザーインターフェースの次元で起きている変化です。資料にある Canvas in AI モードの米国展開。これはですね、一見すると単なる機能追加に見えますが、実は人間とコンピューターの相互作用における大きな転換点なんです。別の AI アプリをわざわざ立ち上げる必要がなくなって Google 検索の中で直接 Canvas が起動するようになったんですよね。そうです。ドキュメントの起草とかインタラクティブなツールの構築が検索とシームレスに統合されたわけですが、これってあなたがアイデアを即座に形にするための強力な助けになりますよね。まさにそこが革新でして、これまで私たちは情報を探すモードと何かを想像するモードで頭の使い方も使うツールも切り替えていたわけです。コンテキストスイッチングですね。はい。これが思考のフローを分断していたんです。でも、検索という日常的な行為の延長線上にキャンバスが来たことで、なるほど。思いついたアイディアの種をその場ですぐに形にできる。インプットからアウトプットまでの遅延が限りなくゼロに近づいているんです。思考のスピードにツールが追いついてきた感覚ですね。そしてインプットの進化といえば、アスクアテクスパートの記事で解説されていた視覚的検索のメカニズム。あれも興味深かったです。非常にわかりやすい例が挙げられていましたね。はい。Ask Anything、つまり何でも聞いてと書かれた検索バーが浮かび上がっているスマートフォンの画像がありましたよね。あの画像が示唆しているのは AI のコンテキスト理解の深度なんです。かつての画像認識技術ってピクセルの配列からこれはリンゴ、これは車ってラベル付けをするものでした。そうですね。単なるオブジェクトの識別というか。でも現在の視覚的検索はカメラに映っている空間の奥行きとか被写体の関係性、さらにはユーザーが今何をしようとしているのかという文脈そのものを読み取ろうとしています。つまりテキストのプロンプトを打ち込むまでもなく、レンズを向けた瞬間に AI が状況は把握している状態だと。そういうことです。私たちが目で見ている世界を AI も同じ解像度、いやそれ以上の情報量で見て理解しているということですね。ただ、世界を解釈するだけではなくて、新しい世界を作り出すベクトルにも驚かされます。今回公開されたプロジェクトジーニーの4つのヒントに関する資料ですね。はい。実験的なインターフェースの UI デザイン、すごく示唆に富んでいました。360度ビューの円形画像がずらりと並んでいて、その中央に Create Your Own、あなた自身の世界を作ろうとラベルされた巨大で真っ黒な地球儀が配置されている。あれはまるで宇宙の創造主になったような感覚をユーザーに与える UI ですよね。本当にそうですよね。テキストやコードを書くのではなくて、直感的な操作で完全にオリジナルな空間や物理法則を持った世界をゼロから生み出せる。あなたの想像力をそのまま形にできるわけです。創造性の拡張という文脈では、その裏で動くモデルの多様化と反復サイクルの速さも見逃せません。2月の最新ニュースですね。はい。まとめた MP4 のカルーセル画像では、ジェミニー 3.1 プロのようなフラッグシップモデルのアップデートと並んで、ナノバナナ2という奇抜な名前のモデルが発表されていました。ナノバナナ2。あれは思わず笑っちゃいました。開発チームの遊び心が爆発していますよね。でもあれ、ただのジョークではなくて、特定のタスクに極端に特化した軽量モデルをものすごいスピードで開発してリリースできるエコシステムが完成している証拠でもあるんです。なるほど。
そういうオープンソースコミュニティとの連携が全てを加速させているんですね。その最たる例が資料にあったスピーチーズネットの取り組みです。はいはい。これはオープンソースの AI モデルですが、世界中のカメラトラップから送られてくる動物の写真をリアルタイムで識別して、野生動物の保護活動に直接的なデータを提供しています。デジタルの世界で作られたモデルが自然環境の保護という物理的な世界での課題解決に直結していると、現実世界での価値がここにあるわけですね。ここで非常に興味深いのは、こうした AI が自律的にタスクをこなし、現実世界に干渉するという流れが、クラウドという遠く離れた場所から、あなたが今手に持っているデバイスの中へと主戦場を移し始めているという事実です。ここからが本当に面白いところなんです。ここからは開発者向けの裏側の技術に踏み込んでいきますが、これはあなたが日常的に使っているデバイスの裏側で起きている大革命ですからね。キーワードは、エージェンティック AI、つまり自律型 AI エージェントです。AI が単にユーザーの質問に答えるだけの存在から、目標を与えられたら自律的に複数のステップを計画して実行する存在へとシフトしている。はい。そしてこれを強力に推進しているのが、エージェントディベロップメントキット、通称 ADK のエコシステムの拡大です。今回の発表では GitHub や Notion、Hugging Face といったサードパーティーツールとの深い連携が可能になったんですよね。ええ。実世界で自律的に機能する強力なアプリケーションが構築できるようになりました。これ、データを取りに行ってコードを書いてドキュメントにまとめてという一連のパイプラインを AI が自律的に回せるようになるわけです。でも私が一番驚いたのは、このエージェンティックな動きをクラウド上の巨大なサーバーではなくて手元のデバイスでやろうとしている点です。そこで登場したのがファンクションジェンマですね。はい。これパラメータ数が2億7000万の特化型モデルなんですよね。270M ですね。最新の巨大な基盤モデルが数千億、あるいは数兆のパラメータを持っていることを考えると極端に小さいです。そうですよね。しかしこのモデルはオンデバイス関数呼び出しという一点において驚異的なパフォーマンスを発揮するようにチューニングされています。2億7000万というサイズなら一般的なスマートフォンのメモリにも余裕で乗ります。でもローカルで関数を呼び出す、つまり完全にオフラインで複雑なタスクを実行するというのは具体的にどういうことなんでしょうか。これまでは例えばカレンダーの空き時間を見つけてこの予定を入れて、ついでにスマートフォンの省電力モードをオンにしてという複雑な指示を出した場合、はい。関数をどの順番で実行すべきか計算し、結果をデバイスに送り返していました。通信が必須だったわけですよね。しかし、ファンクションジェンマはこの一連の推論を完全にオフライン、つまり機内モードのような通信環境がない状態でも実行できるんです。カレンダーの間にもデバイスのハードウェア制御もです。クラウドとの通信によるタイムラグが完全にゼロになるわけですね。資料にあったタイニーガーデンというデモゲームの事例も面白かったです。ゲーム内の複雑なロジックをデバイス上で実行していましたね。ええ。すべてデバイス上で超高速、低遅延で処理している。これが現在 iOS と Android の両方で Google AI Edge Gallery アプリから実際にテスト可能だというのは技術の進化のスピードを感じます。しかしここで技術的な疑問が生じるはずです。いかにモデルが 270M と軽量だとはいえ、スマートフォンの限られたバッテリーと計算資源でなぜそこまで高度な推論がスムーズに行えるのか。確かに。スマートフォンが熱くなったりしないのかと思いますよね。その答えが基盤となる推論フレームワークの新進なんです。TensorFlow 2.21 のアップデートに伴い、Google は LiteRT を公式にローンチしました。以前の TF ライトとは違うんですか？単なる名称変更ではなくて。アーキテクチャの根本的な進化です。LiteRT は Google の生成 AI およびオンデバイス推論の新たな主力となる構成のフレームワークとして位置づけられています。なるほど。最も大きいのは PyTorch や JAX といった他の主要なフレームワークとのシームレスな総合運用性がサポートされたことです。ということは、開発者は使い慣れた環境で構築したモデルをカンパニーエッジデバイス向けに変換できるようになったと。そういうことです。さらに GPU や NPU でのハードウェアアクセラレーションが大幅に高速化されました。そして極めつけは低精度のデータ型のサポートですね。モデルの精度をほとんど落とすことなく、計算に必要なメモリと電力を劇的に削減しているんです。頻繁なセキュリティや依存関係のアップデートも行われています。
これらがスマホの中で起きていると想像してみてください。バッテリーを急激に消耗することなく、ローカルで AI エージェントを常時稼働させられるわけですね。クラウドからエッジへの移行って自分のデータが外部に送られないという点で、プライバシーの観点からも圧倒的な安心感があります。間違いありません。でもこれだけ高度な技術を実時界や既存のシステムに実装していくのって開発者にとって相当な困難が伴うはずです。だからこそ、開発者たちは物理的な場所に集う必要があるんです。それが Google デベロッパーズブログの記事 You can't stream the energy で語られているラスベガスで開催される Google Cloud Next 26の意義です。熱気はストリーミングできないというタイトル。すごくエモーショナルですよね。基調講演の発表内容だけなら家でオンラインで見ればいい。でもあえて対面でのネットワーキングや実践的な問題解決の価値を強調している。記事によれば今回の専門的な技術トラックの中心はまさにアジェンティック AI への移行やジェミニーのマルチモーダルなブレイクスルー、そしてクラウドラン上でのゼロトラストセキュリティの構築です。自律的に動く AI エージェントを企業システムに組み込む際、セキュリティの担保とか既存アーキテクチャとの統合ってストリーミングの画面越しでは解決できないほど複雑ですからね。だからこそ20以上の開発者ミートアップやホワイトボードを囲んでのセッションが重要になってくるわけです。記事の中の偶然のひらめきという言葉が印象的でした。個人のスピードと組織の安定性のバランスをどう取るか、人間同士の泥臭い議論こそが単なるハイプを超えて現代のソフトウェアアーキテクチャをマスターする場になるんですね。そしてそうした熱狂のピークは春のイベントへとつながっていきます。5月19日と20日にカリフォルニア州マウンテンビューのショーラインアンプシアターで開催される Google I/O2026 です。毎年恒例の日程告知パズルも公開されて盛り上がっていますね。ええ。今年のテーマは AI がいかにエンパワーメントと加速をもたらすかです。この I/O のステージで今日私たちが分析してきた技術を駆使したユースケースが次々と披露されるでしょう。つまりこれはどういう意味を持つのか。本日の資料全開を統合すると、一つの巨大なパラダイムシフトが明確に浮かび上がってきます。AI はこれまで遠く離れたクラウドの巨大な頭脳でした。でも今、AI はあなたの手元のデバイス内で自律的に行動し、物理的、デジタルの世界と直接やり取りする、行動するエージェントへと明確にシフトしています。はい、完全に新しいフェーズに入りました。これは専門知識がないあなたにとっても決定的な変化をもたらします。キャンバスやプロジェクトジーニーといったツールを通じて、あるいは裏側で動くファンクションジーマの恩恵によって、あなたのクリエイティビティや日々のタスク管理はどれほどスムーズになるか。情報型のストレスからも解放されますね。ええ、あなたが意識する前に自動的に処理されるようになりますから。テクノロジーが透明になり、人間の可能性を加速させる。それが今日のアップデートが示す未来です。ここで重要な疑問が浮かびます。ソースには書かれていない発展的な思考実験として、少し先の未来を想像してみましょう。思考実験、いいですね。どんな内容ですか？私たちのスマートフォンやデバイスが、クラウドの監視なしに完全にオフラインで複雑なタスクを実行し、物理世界とやり取りできる自律的なエジェンティック AI になったとします。はい。もし将来、あなたのデバイスの AI エージェントと私のデバイスの AI エージェントが私たちの直接の指示なしにオフライン環境で勝手に交渉や連携を始めたとしたら、私たちが全く関与していないところで、高度な知能を持ったエージェント同士が合意形成してしまうということですか？そうです。その時、現実世界での決定権を握っているのは果たして誰なのでしょうか？限りなく便利であると同時に、自分がコントロールを失っていることにすら気づかないかもしれない。これはテクノロジーが私たちの生活のバックグラウンドに溶け込めば溶け込むほど重みを増してくる問いですね。あなたはどう考えますか？あなたのデバイスの中で自律的に考え、他の AI と交渉を始めるエージェント。彼らが物理世界を動かし始めたとき、あなたはどうやって決定権のつながを握り続けるのか。この問いは決して遠い SF の話ではなく、今日お話しした技術の延長線上に存在しています。ぜひ、あなた自身の文脈で考えてみてください。今日の深掘りから何かヒントが見つかれば嬉しいです。それでは、本日の資料の深掘りはここまでです。あなたの貴重な時間を共に過ごせたことに感謝します。また次回の探究でお会いしましょう。